ライ。ニコライ。起きるんだ、ニコライ。姉子。頭痛が。俺、どのくらい寝てました？私はこれから店じまいして上で寝るところだ。どのくらい寝てたと思う？どうして空が明るくなりそうなんだ？もう戻れない。足に力が入らないみたいです。はあ、寝てるといい。酔いざましを作ってやろう。こんな仕事をしていて言うのもなんだが、もう少し酒を控えるんだな。それにリュドミラと飲み比べをするなんて、彼女の狩猟を知らないわけでもないだろうに。また気に食わないことでもあったのか？姉子、いつの間にカウンセラーになったんすか？ゆうべ酔っ払った君が勲章があれっぽっちの金にしかならなかったとぼやいていたのを店にいた全員が聞いている。初めて来た若者も君が制御不能になるんじゃないかと心配していた。それで何があったんだ？新しく問題が起こったわけじゃなくて、俺の店がまた赤字になっただけです。ボロトネイで地元料理のレストランを開いて稼ぐのは望みが薄いってあらかじめ言ったのに、誰も信じてくれなくて、結局観光シーズンが終わってマイナス分は自分で埋め合わせる羽目になったんです。あの鉄くずはそれほど惜しくないけど、もう少し金になると思ったのに、少なくとも両親の店の家賃1ヶ月分よりは多いかと。鉄くずを何枚持っていても誰も生活の保証はしてくれないってことだろう。これを飲むといい。少しは気分がマシになる。降ったばかりの雪に頭を突っ込んだみたいです。効果があったようだな。これを種類のメニューに加えることを真面目に検討するべきかもしれない。今後うちの店で酔ってバカな真似をするやつがいたら、こいつを顔にぶっかけて伝票を突き出してやればいい。ずいぶんこの仕事を楽しんでるみたいっすね。予想外です。あなたが本当にボロトネイに来るとは思いませんでした。私を歓迎しないのか？まさか。驚いただけです。あなたが第二戦車部隊にいた数年間、時々メディアであなたを見かけました。今日は町を救ったとか、明日は原罪を退却させるとか。実を言うとドライバーよりも勇ましいんじゃないかと思うこともありました。あの時あなたは瞬く間に昇進していくだろうと思いました。俺たちがいる場所のような常駐ドライバーでさえ来ない場所に来るはずがないと。大した違いはない。外から見てあの頃の私は眩しく感じられたかもしれないが、実際のところ君より美しい勲章を少しばかり多く持っているに過ぎない。私も片手を失った。上層部が腕一本に支払う保証がそれほど多くないのは君も知っての通りだ。少なくとも同じような店を首都に開くほどの金額ではない。あれ、入り口にある車は？私が呼んだ。こんな状態では歩いて帰れないだろう。立てるか？支えてやろう。すみません、姉子。ゆっくりでいい。もし私の服に吐いたらこのまま車の屋根に放り投げるからな。それと誤解しないでくれ。私はボロトネイが好きなんだ。
いつから？君にこの町について聞いた時から。昔先進的な伝統産業によって台頭し、その後は現在との戦争で次第に力を失っていった。最後には地元の人でさえ静けさと平和しかない町だと自重する。他のところよりも私に合っている。その言い方全然褒めてないですよ。私はこんな話し方しかできないんだ。帰ったらしっかり寝て母さんに伝えてくれ。熊を殺せるほど大量の料理を毎日作らないようにって。よそ者には食べきれないし、君たちだってコストの節約になる。じゃあまたな、ニコライ。ここはどこだ？確か新入りを連れて盗みに入ったんだよな。新入りが無知であの暴力女にぶっ飛ばされて、それから他のグループのやつらに奪われたのか。あ、いや、俺の手は縛られてないぞ。ひってえな。物食いですらこんな場所には住まねえだろうよ。俺のコートはどこ行った？きっせえ、おかしな趣味の変態にさらわれたってことはねえよな。酒を飲んだ時そんなこと言ったやつがいたな。それになんで毛布がかかってんだ？あ、なんだこりゃ。すみませんって書いてあるんだよな。はあ、こんな明かりで文字なんか読めるか。とりあえず出口を探そう。誰だ？誰だか知らねえが人違いだ。セルゲイのおやっさんなら絶対に。